ございます。ちょっとね、質問で、私喜怒哀楽激しくてキャーとヘルツが上がると止められない。その後ドーンと落ちて悲しみに暮れることが起きるので、良いことと悪いことが交互にめっちゃ激しく起こることに25歳で気づきまして、これなんか法則があるなと意識の世界にどっぷりハマりました。ニュートラル、中庸が大切で、エネルギーの波が大きいと極陽に触れたら極陰が生まれる。だから私の人生は激しいのかと気づいたものの、FOL でカノンさんを拝見させていただいていると、楽しんでる時も心は凪のようだよとおっしゃっていたので、常にニュートラルを心がけておられるのかなと思ったのですが、楽しい時嬉しい時のカノンさんの体感覚はどんな感じなのか教えていただきたいですっていうね、ご質問をいただいたので、喜怒哀楽が激しいっていうのはいいことだと思ってるの。私これって個性だし、直す直さないの問題じゃなくて、本当にそれこそ命のきらめきなので大事にしてほしいなと思っていて、何か気にすることがあるとしたら、喜怒哀楽が出る自分を罰しなくていいし、責めなくていいっていう、その怒とか愛とかが出るときにそれを罰する必要が全然ないって思ってるのね。で、じゃあ、私自身がどういう今感覚でいるかというと、喜怒哀楽はチャームポイントだと思っているので、もともと多分そういうのも大きい方だと思うんだよね。感情性が豊かなので。で、今ね、ニュートラルを心がけていますかというと、ニュートラルというよりも、ロングショットに戻る癖があるだよね。何の時でもそうなんだけど、わーとかさ、マジか嬉しいとかさ、もうこんな風に言ってもらえるなんてとかさ、いろんなことはあるよね。で、その時ファッっていう感情は絶対起こるわけで、このファッというのはすごい、ズームアップの感情なわけ、私の中では。で、そのズームアップ数秒するとパーンってもう意識が戻ってロングショットに戻る癖っていうか、こんな風に起こってありがたいなとかさ、もうこの時にはフラットに戻ってるっていうか、その波の渦中にいるというよりかは、その波をめでているというか、こういう波が起こったということもありがたいし、それは一人で起こせるものじゃないし、本当に感謝だなっていうこの地点に戻るんだよね。で、これもしキャーっていう喜びにもしずっと揉まれていたらどうなるのかなって想像したんだけど、なんかそうすると興奮が続いて、興奮って失う恐怖と表裏一体だったりして、ここにずっと長くいることで失ったらどうしようとか、またこれを経験したいとか、またこれを経験するためには何が必要なんだみたいな思考が、それこそこう芋づる式に生まれてくるわけで、も私このキャーっていう興奮からすぐにロングショットに戻る癖があるので、そうするとありがたいな、感謝だなって、本当に予想もしないありがたいことって起こるな、全て本当に愛で満ちてるなっていう気持ちに戻ってるので、この視点って創造主の視点で全てがあるっていう気持ちなのよ。で、この中にいるとどれだけわっていう嬉しい感情を先ほど感じていたとしても、失ったらどうしようとか、同じ成果が出なかったらどうしようとか、これがまた来なかったらどうしようっていう気持ちが両立しないんだよね。ありがたいなーっていうそう、感謝のありがたいなっていう気持ちにこう戻っている。で、だからね、結構キャー嬉しいって思うんだけど、その思って戻ってるのがあっという間に戻ってるから、何一つ自分の手柄とか功績になってないんだよね。あと自分の実力とか。だからいつもさ、自分に期待しないとかさ、自分は大したもんじゃないって思ってるっていうのは、どんなに素晴らしいこととか経験しても、それが一つも自分の功績になってない感覚で、功績にしてもいいんだけど、すればするほどそれを失うまた怖さっていうのは多分生まれてくると思うんだけど、なんか、自分のその癖とも相まって何も功績にならないし、何も積み上がっていかないし、前回これぐらいいったからこれぐらいいくだろうなとかっていうのもなんかないんだよね。いや、どうでしょうね、なんかもう天の計らいですかねみたいな、いつも気持ちなの。どうなりますかね、蓋を開けてみましょうかみたいな、なんかそんな気持ちなの、いつも。
多分そのロングショットに戻る、全員にロングショットの場所はあって、そこに戻ると永遠のエネルギーの泉みたいなのは必ず湧いてるんですよ。そこが宇宙とつながっているから。なので多分そういう、そこに戻ったりする FOL っていう場所があったり、そういう時間が自分の中にあったりですると本当に違うんじゃないかなっていうのはすごく思う。あとその質問の最後に、政府の法則が働いていてみんなに平等に政府はあるけれど、負を愛の解釈でひっくり返すとその人の人生には生しかなくなる、全てが愛の世界になるという解釈で合っていますか？ FOL でカノンさんの細かい愛の解釈を学ばせていただくことで、私の愛の解釈がどんどん広がり、どんどん豊かになっているのをひしひしと感じています。本当にありがとうございますということでした。ありがとうございます。これも本当に自分の解釈を、やっぱりこの人生ってさ、自分の解釈を作っていき、それを正解にしていく、実体験を通じて、でその解釈の愛の渦で周りも幸せにしていくっていうのがもうめちゃくちゃ楽しいと思ってるのね。私もこれずっと思ってたの。この政府の法則ってあるじゃん。でなんかよく聞くし、本でも書いてあるし、それは必ず引用ってのがあるんだよっていう。でそれがなんか怖いなとか嫌だなとか、そんなのなんであるんだろうとかってずっと思ってたわけ。いらないじゃないみたいなでこれね、やっぱりね、政府の法則という言葉に正と負のジャッジの物差しがすでに入ってるわけだよね。三次元的にはそれは正であり、三次元的にはそれは負であるんですよ。で今みんなで話しているこのテーマは三次元を超えた高次元の話で、正と負という正の言葉を借りると、全てが正であり、全てがラブであり、全てが愛であるっていう、その視点から見たらこの世界ってどうなるっていう話をみんなで今深めていっていて、三次元的な負と言われるものってそれだけ自分の意識に大きな変革をもたらすビッグラブであり、大きな正なんだよね。大きな愛である。で三次元的には正と言われる出来事で幸せを感じるよね。で負であるという出来事で命がね躍動するような、意識が拡大するような喜びを私は感じている。なんか例えば私も強制終了で休職をしたことがあるんだけどさ、でもお仕事を休みながら家の中でいる何かできることやりたいって思って、その代表と相談して家の中でできる原稿を書くっていうことを始めたの。でそれによって自分がもともと文章を書くの好きだったなみたいなことを思い出し、そしてライターの道へって、そしてこの道へって開かれていくんだけどさ、でもここの中にビッグギフトがあるっていうのしか信じてないっていうか、絶対そうだろ、そういうことしか起こってないだろ私の人生っていつも思ってるので、もうベッドの上でうなりながらこれなんだろうみたいな。でその瞬間にオセロなんか返せなくって、もちろんだよね、痛いから痛みに集中だし、もうマジ勘弁してくれっていう痛みなんだけど、これをロングショットで見ると絶対にこれがあったからこそ次元化が変わったな、私の人生は本当に至福に近づいたなっていうことがあるはずだって思ってんだよね。なのでなんか政府の法則は三次元的には成立してると思うんだけれども、それより高い高次元の視点から見ると全てが正であるということ以外、なんか今のなんか感覚ではもう本当にそうだなっていうふうにして思うんだよね。そんなことをみんなとシェアして、また今日の素敵な時間をね一緒に過ごしていけたらなと思ってます。それではまた、じゃあね。